こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。この間はね、梅シロップ作ったんですけど、それ短期間で飲む感じのを作ったんです。どういうのかっていうと、よいしょ、300g でこんな感じです。で、これはね、早めに飲むやつで、飲むんでも青梅には毒素が含まれてるからね、一応お湯でちょっと薄めて、それから氷で割って飲もうと思います。はい、お湯だとね、青梅の毒素がね消えるそうなのでね。はい。で、今回はですね、ちょっと1年保存する青梅のシロップを作りたいと思います。それで1キロ用意しました。これをね洗ってですね、洗いますね。で、今回は氷砂糖は使わないでお砂糖を使おうと思います。はい、ちょっと洗いますよ。洗ってこの白い産毛みたいのをちょっとなるべく取ろうかなと思います。きちんと1年間保存するときにカビ生えたら困るのでね、きれいにちょっと洗いますね。よくこすって洗います。こすってって言ってもね、ほら、傷つけちゃ何にもならないから、傷つけない程度にちょっと優しくこすって、この産毛みたいのを取りたいと思います。手で軽くこすって、傷つけないようにこすって、産毛みたいの少し取りたいなと思いますよ。傷ついたのはね、取らないとね、カビの原因になるので、傷ついたのは取って、そしてざるにあげます。これをね、ちょっとこの中に水分がいつまでも溜まってたら困るので、ちょっと日陰干し、空気に風にさらそうと思って2時間ほどね日陰干ししたいと思います。お日様には当てないで、日陰にね、ちょっと風通しのいいところにちょっと干してきますわ。それからヘタ取りとかしたいと思います。3ヶ月ぐらいしたらね、これしぼむんですけどね、1年も置いといたらまたぷくって膨らんでくるそうです。ぷくって膨らんできて、1年も経つと梅のね、青梅の毒素が自然と消えてるんですってね。はい、今回はそれでいこうと思います。そういう作り方をしたいと思います。じゃあこれをちょっとね、日陰干しで 2,3 時間置きますね。それからまた続きしたいと思います。ありがとうございます。ちょっとお待ちください。はい。梅をね、ちょっと2時間ほど外の風通しのいいところで乾かしてきました。そしたら今度はね、ヘタを取りたいと思います。この黒いヘタをね。こういうのだったら取れますね。ちょっとこんな風にね。今度はこれにですね、アルコール消毒してしようとしたいですわ。アルコール消毒。アルコールでアルコール消毒をしましょう。蓋も逆さにして、はい、
これでね、アルコールが乾くのを少し待ちましょうね。はい、ちょっと乾いたので梅を入れていきたいと思います。梅入れますね。梅うまくいきますように。洗って乾かしてヘタを取った梅を入れます。オリゴ糖を買ってきました。オリゴ糖を入れましたね。腸に良さそうなオリゴ糖を入れました。あ、ちょっと全部入るか。そしてオリゴ糖がね、300オリゴ糖が 300g 入れました。よいしょ。砂糖はきび砂糖500です。合わせて800にしました。はい、できました。 OK。 これでいい感じです。これで1週間ほど置きますね。1週間。あ、蓋しないでこのキッチンペーパー蓋にしました。この青梅からね、この毒素がガスなんですってね。ガス、それです。蓋閉めるとね、ガスがたまるので、ちょっとキッチンペーパーでガス抜きしようと思って、で1週間ぐらいしたら蓋をして、それから1年放置したいと思います。はい、できました。ちょっとやり直ししましたよ。1年後に飲む青梅シロップ作ってみました。はい、これはこれでね、おとつい作ったので、これはこれで味見したいと思います。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。できましたらね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。